今日はチョコレートケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のいかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はチョコレートケーキを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、たったの材料3つで作れる薄焼きタイプのチョコレートケーキを作っていきます。さらにですね、今回のチョコレートケーキはトースターで作ることができます。通常ね、ケーキを作るときは卵を泡立てたりする作業があると思うんですが、今回は泡立て不要で簡単に作れるレシピをご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。チョコレート、卵、牛乳。今回はこちらの3つの材料で作っていきます。まずチョコレートなんですが、今回ガーナのブラックチョコレートを使っていきます。でもしね、甘さが足りない場合はお砂糖、またはグラニュー糖、またはお好みの糖類を加えて作ってみてください。あるいはですね、ミルクチョコを使っていただいても OK です。そして卵ですね。卵は今回2つ使っていきます。そしてもう1つの材料は牛乳です。今回は手軽に牛乳を使って作っていきます。牛乳を加えることでとても滑らかなチョコレートケーキに仕上がります。さらにですね、リッチな味わいにしたい場合は生クリームまたはバターで代用してみてください。その時の分量は牛乳と同じで OK です。それでは続いて今回使う型を今からアルミホイルを使って作っていきたいと思います。今回使うのがこちら、くっつきにくいアルミホイルです。こちらがない場合でも普通のアルミホイルでも大丈夫です。その場合は型が出来上がったら内側にね、軽くサラダ油を塗っていただくといいかなと思います。まずですね、アルミホイルをだいたい25センチ ×30 センチの幅で切ってください。それをですね、3枚から4枚ほど用意してください。より頑丈にしたい場合はね、4枚ほど使っていただくといいかなと思います。そしたらこちらね、全部重ねていただいて、くっつかないアルミホイルの場合はこのね、くっつかない側をまず後ろにしてください。そしてね、このキラキラ光ってる方を表にします。そうしましたらまず手前をだいたい2センチ幅で折ります。このぐらいですね。2センチから3センチぐらいを目安にしてみてください。そしたらこのままね、4箇所同じように折っていきます。幅も同じぐらいで折ってみてください。はい、こんな感じでね、まず折ってください。そうしましたらこちらを裏面にします。はい、裏面にしたらまた同じ高さで折っていきます。で、同じようにね、また4箇所折ってください。はい、このように折ります。そしたら広げて、この折った部分を立てるように広げてください。ちょっとね、箱型になるようにこんな感じで立てます。そしたらこちらの角ですね、この角っこをね、まずピタッとくっつけます。このようにくっつけてください。余ったこちらの角はどちらでも大丈夫です。横にパタッと折りましょう。ピタッとくっつけます。こんな感じです。このように角を作ってください。ではね、残りも同じようにこの角っこをまずピタッとくっつけて、そして折り込みます。またこちらの角も同じようにくっつけて、そして折り込みます。で、こちらも同じようにピタッとくっつけて折り込みます。あとは少しね、形を整えて、はい、これで型の完成です。型はね、このように作ってみてください。今の大きさはですね、だいたい20センチ ×15 センチの幅になります。こちらは厳密にこの大きさにしなくても大丈夫なので、目安にしてみてください。そして先ほども言ったんですが、普通のアルミホイルを使う場合は、このように作ってから薄くね、内側にサラダ油を敷いてください。こちらの方はですね、必ず生地を作る前に準備しておきましょう。ということで早速作っていきたいと思います。まずはじめにですね、卵を溶きほぐしていきます。今回はですね、卵は泡立て不要なのでそのまま全卵を溶いていきます。一つ注意点なんですが、卵は必ず常温に戻したものを使用してください。冷たいものを使ってしまうとチョコレートと合わせた時にチョコレートが固まってしまう場合があります。なので必ず常温に戻してから作るようにしてください。ではね、ボウルに割り入れます。はい、それではですね、こちらの卵をよく溶きほぐしていきます。
白身が綺麗に切れるまで混ぜてください。そしたらですね、一度こちらの卵液をこしたいと思います。もちろんこのまま使っていただいても大丈夫なんですが、一度こしていただくと辛さなど取り除くことができるので、その分とても滑らかな仕上がりになります。では茶こしでこしていきます。はい、このようにこしてください。この溶ききれなかったものも取れるので、ぜひね、一度こしてみてください。卵液の準備はこれで OK です。それでは生地を作っていきます。まずですね、チョコレートを細かめに刻んでいきます。できるだけ細かく刻んでいただいた方がチョコレートが溶けやすいので、作業もしやすくなると思います。では刻んでいきます。はい、OK です。このように細かめに刻んでください。それではこちらをボウルに入れていきます。はい、チョコレートの準備はこれで OK です。それでは今からこちらを湯煎で溶かしていきます。チョコレートに関しましては、この単品で電子レンジを使って溶かしてしまうと非常に焦げやすいので、必ず湯煎で溶かすようにしてください。はい、それでは別のボウルにだいたい60度前後のお湯を張ってください。そしてボウルを置きます。このままですね、湯煎で溶かしていきます。少しね、湯煎の方が時間はかかるんですが、綺麗に溶けるのでね、焦らずゆっくり溶かしてください。はい、溶けました。このようにしっかりね、チョコレートの粒がなくなるまで綺麗に溶かしてください。チョコレートはこれで OK です。それではですね、続いてここに牛乳と卵を混ぜていきます。まずはじめにこの牛乳を入れるんですけれども、牛乳は電子レンジで軽く温めてから加えてください。こちらを電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、30秒加熱しました。そしたらチョコレートの中に入れていきます。チョコレートはね、湯煎から外してください。この中に入れます。結構ね、牛乳の器が熱いので、やけどしないように注意してください。牛乳を加えたらよく混ぜましょう。最初はね、ゆっくり混ぜていきましょう。だんだんね、混ぜるスピードを速めてしっかりと混ぜていきます。はい、そしてこのようにきちんと混ざったら OK です。それでは続いてここに卵を入れていきます。卵はですね、2回に分けて加えていきます。では入れます。加えたら同じように混ぜていきます。はい、でよく混ざったら残りの卵を加えてください。はい、そしたらね、もう一度よく混ぜてください。はい、このようにね、全体がきちんと混ざれば OK です。それではですね、今からこちらを型に流し入れていきます。それではですね、こちら作っておいた型の中に生地を流し入れていきます。この後ですね、トースターで焼くんですけれども、トースターにね、そのまま持っていこうとすると、生地の重さで型が歪んでしまう時があります。なので、トースターの天板か、またはね、こういった容器ですね、トースターにも使える容器に、このアルミホイルをはめ込んで、そして焼いてみてください。この私のトースターの場合は、このトースターの表面がボコボコしているので、そういった場合は、底の部分が平らなこういったホーローなどの容器を使っていただくといいかなと思います。あるいは真っ平らなお皿でもいいかなと思います。それではここにね、はめ込んだままこの生地を流し入れていきます。ちょっと高い位置からね、入れましょう。全体に伸ばします。少し平らになるように左右に揺らしてください。ちょっとね、気泡があった時は爪楊枝などでこうやってね、潰してみてください。はい、それではですね、こちらを 600W のトースターで15分から20分焼いていきます。こちらのワット数なんですが、もし 600W がない場合は 500W で焼いてください。温度の場合なんですけれども、600W の場合はだいたい200度前後なので、そのぐらいの温度で焼いてみてください。それでは焼きたいと思います。はい、今焼き始めてから10分経ちました。そうするとこのようにね、表面が焼かれてきます。このようにね、表面が焼けたら、このタイミングで上にアルミホイルをかぶせます。はい、こんな感じでかぶせます。この時やけどしないように注意してください。それではですね、残り5分から10分ほど焼いていきます。この焼き時間に関しましては、トースターの種類とか、あとは使ってる容器によっても変わってくるので、様子を見ながら調整してください。
はい、焼き上がりました。今回はですね、トータルで15分焼きました。目安としてなんですけれども、こういった竹串を刺していただいて、この時にチョコレートの生っぽい生地がついてこなければ OK です。そうしましたら、このまま一旦粗熱を取って冷ましたいと思います。粗熱を取って冷ます時は、表面が乾燥しないように、上にね、ふわっとキッチンペーパーをかぶせておいてください。はい、しっかり冷めました。今ね、だいたい1時間ぐらい置いてます。こちらね、型から外します。はい、こんな感じで美味しそうに仕上がってます。それでは切っていきます。切り方はね、今回正方形に切っていくんですが、お好みの切り方で切ってください。ちょっとね、この周りがね、歪んでるので、この周りだけね、まず切り落とします。切るときは少しね、包丁を温めていただくと断面が綺麗になります。はい、そしたらですね、まずこちらを4等分にしていきます。そしたらあとはね、縦3等分にしたいと思います。はい、こんな感じで切りました。ではね、ここからはね、分量外ですがトッピングをしていきます。このトッピングに関しましては分量外なのでお好みでやってみてください。それではですね、まず表面にココアパウダーをかけます。はい、こんな感じでココアパウダーをかけました。これで仕上がりでもいいですし、もう1個ね、トッピングの仕方をご紹介したいと思います。まずね、クッキングシートなどを切ってください。半分だけ粉糖をかけたいと思います。かけたくない部分にこの小さく切ったクッキングシートを置きます。こんな感じです。そしてこの上から粉糖をかけます。はい、このように粉糖をかけたらクッキングシートを取りましょう。こんな感じです。このようにトッピングしました。こちらのトッピングについてはいろいろやり方もあるので、お好みでやってみてください。はい、これでチョコレートケーキの完成です。こんな感じに仕上がりました。断面はね、このようになっていて、とても濃厚な仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。すっごく濃厚です。甘さもちょうどいいですね。食感もね、すごく滑らかです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のチョコレートケーキのポイントです。まずですね、今回は型をアルミホイルで作りました。今回私が使ってるのがくっつかないアルミホイルになってます。もし普通のアルミホイルを使う場合は、型を作った後に内側に薄くサラダ油を塗ってください。今回はね、このようにアルミの型を使ったんですけれども、もしですね、トースターで使えるような型を持っている場合は、そちらを使っていただいてももちろん OK です。そして生地を作る時のポイントです。まず卵についてなんですが、卵はですね、必ず常温に戻してから使用するようにしてください。卵が冷たい状態で混ぜてしまうと、チョコレートと合わせた時に固まってしまう場合があります。なのできちんと常温に戻したことを確認してから作業するようにしてください。そしてチョコレートですね。こちらはですね、今回湯煎で溶かしました。チョコレート単品を溶かす場合は、電子レンジで加熱してしまうと非常に焦げやすいので、必ずね、湯煎で溶かすようにしてください。そしてその後ですね、牛乳を加えるんですけれども、牛乳もですね、必ず温めてから加えるようにしてください。そしてですね、今回はトースターで焼きました。トースターで焼く場合はだいたい600ワット前後のトースターで焼くようにしてください。温度で言うとだいたい200度ぐらいに設定していただくといいかなと思います。もしですね、600ワットがない場合は500ワットか700ワットぐらいでやっていただくといいかなと思います。その時の焼き時間は様子を見ながら調整してください。今回はですね、トータルで15分焼きました。この焼き時間に関しましてはトースターの種類だったりとか、あとは型の大きさとかによっても変わってくると思いますので、必ずね、様子を見ながら焼くようにしてください。そして今回はですね、最初10分ほど焼いて表面が焼けたタイミングで取り出して、その後はアルミホイルをかぶせて焼きました。皆さんもね、表面が焼けたらアルミホイルをかぶせながら焼いてみてください。今回はですね、トースターで焼いたんですが、もしオーブンで焼く場合はだいたい170度ぐらいの温度で焼いてみてください。焼き時間
もですね、オーブンの種類によって適正時間が変わる場合があるんですけれども、だいたい15分ぐらいを目安に焼いてみてください。焼き上がりの目安なんですけれども、竹串を刺してその竹串にチョコレートがくっついてこなければ OK です。そしてその後はしっかりと冷ましてから切るようにしてください。冷めてからね、そのまま召し上がっていただいてもいいんですが、こちらをですね、冷蔵庫で半日ほど冷やしていただくと、よりずっしりとした美味しい仕上がりになります。ぜひ両方試してみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はチョコレートケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。